じゃあ、資料の方、共有させていただいてもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい。これって今見えてるんですかね。大丈夫です。見えました。あ、見えますか。はい。はい。採択の秘訣セミナーって書いてるやつですね。はい。次、すいません。私、税理士の宮子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、令和、3年度の4時ですね、に向けてというところでですね、共有の方をさせていただけたらと思います。2021年の12月中旬が、締め切りということになっておりまして、まだちょっと日付は出ておりませんけれども、まだそうスケジュール感もまた後で、お話しさせていただけたらと思います。で、当社は大阪市北区、西天満にございまして、会社の紹介はいいですね。我々右下のですね、得意分野として財務改善であるとか、資金調達、補助金 MA のところをですね、特に補助金 MA のところを今、積極的に御校とも連携させていただいて動かしていただいているところでございます。で、今回の再構築補助金につきましても、ものづくり補助金等々でもですね、ノウハウ蓄積させていただいておりまして、皆様からもですね、多数、いただきましてありがとうございます。そのおかげで、この4月ですかね、に、本も出させていただいたところでございます。在庫が少しございますので、必要な、方はですね、私に言っていただけましたら、無料でお届けいたしますので、よろしければ、営業活動に使っていただけたらなと思っております。で、ものづくり補助金の、実績等々ありますけれども、これも本当に一部、抜粋でございまして、何が言いたいかというと、業種ですね、様々な業種をさせていただいております。やはりものづくり補助金の場合は、製造業が多いんですけれども、歯科医院さんであるとか、ラーメン屋さんとかですね、そういったところにも、ずっと、関与させていただきまして、採択をいただいているところでございます。で、従業員数につきましてもですね、どちらかというと小規模の方が多いのかなとは思いますけれども、中小企業を中心にですね、ご支援させていただいているところでございます。で、そうだ。で、地域はですね、近畿、九州って書いてますけれども、関東等々、もう本当に全国展開させていただいておりまして、当初はですね、ものづくり補助金なんかでも、直接伺ってですね、工場等々見学させていただくという手続きを取らせていただいてたんですけれども、ちょっとなかなか、お問い合わせをたくさん、いただいておりましてですね、あの、すべて Zoom で今は対応させていただいておりますので、そこら辺ご了承いただければ幸いでございます。で、これは、去年のやつかな、ものづくり補助金でございますけれども、ほぼほぼ採択いただいているような状態でございます。で、事業再構築補助金の概要に入らせていただきたいと思います。事業目的ですね。これはもう皆さんご承知の通りかと思いますけれども、コロナ対応の補助金でございまして、中小企業との思い切ったですね、事業再構築を支援するということで、日本経済の構造転換を促すということでございます。この赤字だけで結構かなと思います。コロナに影響を受けた方ですね。事業者様で、新しい事業ですね、思い切った事業転換というところを、なかなかコロナで影響を受けている中ですね、補助金を受けるっていうのを、新しい事業をするというのは厳しいので、補助金あげますよという、そんな、平たく言えばそんな補助金でございますけれども、結構我々の方にご紹介いたりですね、お問い合わせいただいて、いただけるお客様っていうのがですね、コロナで実際影響を受けてないよねっていう方も結構いらっしゃってですね、ちょっと後ほどご説明いたしますけれども、それだったらなかなかちょっと組みにくいのかなっていうところはですね、ご理解いただければ大変助かります。で、今まで使ってた機械をそのままなんか入れ替えるみたいな方もたまにいらっしゃるんですけれども、そうなるとちょっと思い切った事業転換っていうのはちょっとなかなか書きづらいよなっていうところで、日々頭を悩ましているところでございます。で、今回申請できる要件ということで3つ要件がございまして、まず1つが、売上が減っていることですね。これは、2020年4月以降の連続する6ヶ月のうち、2の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前と比べて10%以上減少しているというところが、要件になっております。で、付加価値っていうのも一つ、売上に変わってですね、この3時からですかね、使えるようにはなったんですけれども、
あんまり使ってないですかね。どうしてもっていう時、やっぱ売り上げが下がってない時に使うということになるんで、あんまりコロナで影響を受けてないよねということにやっぱりなっちゃうので、あまり付加価値は使ってないかなというところでございます。で、具体的に見ていくとですね、2020年4月以降でございますので、例えばこういった会社様があったとしてですね、2020年の、10月、11月、12月っていうふうに並んでおるかと思うんですけれども、我々は大体基本的にはこういうふうにパーセンテージを出してですね、11月であれば2200引く、1800で400ですよね。それを2200で割り戻して、19% の減少っていうのを出しております。その中で、連続する、6ヶ月のうち、3ヶ月でございますので、11月、1月、2月っていうところを取らせていただくことが多いかなと思います。3月は5%ですもんね。はい。で、2番目として事業再構築に取り込むこと。これは事業再構築指針っていうのがございまして、後でご説明申し上げますけれども、新分野展開か業態転換か、事業業種転換等々を行うということで、この4つのうちどれかに該当してねということでございます。で、3つ目でございます。これですよね、認定支援機関と事業計画を策定するというところで、もうご承知の通りだと思いますけれども、これですね、補助金額が3000万円を超える場合は、金融機関も参加して策定するということで、基本的に御校からのご紹介であるとか、兵庫県内のお客様とかっていうところにつきましては、御校で認定支援機関になっていただいて、積極的になっていただくようにしておりますけれども、3000万円未満の場合もそういう形を取らせていただいております。で、3000万円超えた場合は必ずですね、認定支援機関は金融機関じゃないといけないということがございますので、もちろん御校で、印鑑をしていただいているところでございます。で、3番の中でですね、事業計画策定するというところがありますけれども、その事業計画というのが具体的にですね、補助事業終了後3から5年で付加価値額の年率平均 3% を、増加しているというところでございます。で、付加価値額って何なのというところなんですけれども、こんなですね、人件費500万円、減価償却200万、営業利益300万っていう、直近の決算があったとします。で、これだったら、これ全部足すんですよ。そうしましたら、付加価値額が1000万でございます。で、5年後につきましてはですね、人件費、こういう計画を立てたとしてですね、人件費550万円、減価償却300万円、設備投資しました、営業利益は変わりませんでしたっていうことでもですね、付加価値額は1150万円になりますので、15% 増加しているよねということで、年率平均3% ですか、を達成しているということでございます。この辺については考え方の問題で、特別そういう計画を作りゃいいということなんで、そんなに難しくないところかなとは思っております。付加価値額の考え方だけ押さえていただければなと思います。で、対象要件でございます。どんな中小企業が対象なのということなんですけど、これ書いてある通りですね、製造業等々の業種によってですね、資本金基準、従業員基準でですね、対象となるかならないかを判断していただければと思います。これは大事なのは、この応和要件でございますので、製造業でございましたら、資本金が3億円で、そうですね。資本金が5億円でも、従業員さんが299人やったら OK ですし、その逆もしかりということでございます。よくご質問いただくのはこれですよね。財団法人、社団法人、これ対象でございます。ただ、医療法人は基本的にダメです。なんか社会医療法人とかそういうのだけいけるっていう感じで、基本的には一人医療法人とかはもうダメです。逆に、個人の医療、クリニックはいけるという、謎の制度でございます。ですので、歯医者さんも、個人であれば OK ということになります。そういえば、歯医者さん、あれ、ファックスいただいて、一応担当の方にお電話したんですけど、ちょっとまだ繋がってないんですけれども、ただ試験申し上げると、やはりクリニック、歯医者さんというのはそんな言うほど、売り上げが下がってないかなというところでございます。はい。で、補助額につきましてですね、これ大きな変更がございましたので、一応2時までと3時以降と分けてご説明簡単にさせていただきたいと思います。2時まではですね、補助額は一律100万円から6000万円、この通常枠ですね、でございました。で、補助率は3分の2というところと、
あとは、緊急事態宣言特別枠っていうのが下の方にあって、これが一応2時までって言われてたんですけど、3時もあって3時で終わりのはずっていう感じなんですけれども、これは、売上が特別下がったところですね。これ令和3年1月3月の、いずれかの月の、売上が、前年同月比で1ヶ月でも 30% 以上減少していたらまず対象ということですね。でそういう方につきましてですね、従業員さんを基準として補助金額の上限が決められて500万円、6人から20人で1000万円上限、21日用で1500万円っていう上限が設けられてるんですけど、その代わり補助率が4分の3ということで高いということと、あとは加点措置がありましたので、非常に通りやすかったということでございます。ですので、2時まではですね、9000万、例えば6000万円マックスもらおうと思ったら9000万円の設備入れて3分の2もらおうよというところが週でした。で、特別枠でございましたら、1334万円の設備投資をして4分の3で1000万円もらおうよと。これは6人から20人の場合ですけれども、そんなイメージでございました。ただ、注意していただかないといけないのは、特別枠で不採択になって、通常枠で加点されて採択されるパターンでございます。そういうこともあります。そういう場合はですね、採択はされて救われるんですけれども、補助率は通常枠なんで3分の2になるというところで、889万円ということで、思ってた補助金より111万円減っちゃうよねというところがございました。ここまで大丈夫ですかね。すいません。ちょっとなんか一気に言ってるんですけど、何か質問がございましたら、また後で聞くか、途中からでもいいんで、時間があったら聞きますしですね、途中でも何か何かどうしても聞きたいということありましたら、挙手いただいたらお答えさせていただきますので。で、3時以降でございますは、これですよね、通常枠の補助率がですね、こういうふうに従業員によって補助額の上限が決められたということですよね。20人以下であればですね、従業員さんが2人であってもですね、補助額の上限は4000万円ということになりました。で、補助率は3分の2変わりません。で、21人から50人で6000万円。これ2時までの最大の補助額ですよね。で、51人以上やったら8000万円になったと。これはプラスの要素かなと思います。ただ、6000万円超は2分の1というややこしい計算がございまして、こんなんです。9000万円かける3分の2で6000万円もらうまでは変わらないですよね。ただ、51人以上の会社さんでですね、8000万円もらおうと思ったら、普通やったら、なんぼだ。すいません。2000万円上乗せやから、1億2000万の設備投資でいいと思うんですけれども、6000万円超えたところにつきましては、2分の1になっちゃうので、4000万円の投資が必要なんですよね。だから、都合1億3000万円で、8000万マックスもらえるという計算でございます。はい、大丈夫ですかね。はい。で、あと、3時以降ですね、最低賃金枠なるものが、発生しましてですね、これもですね、ちょっとなんかコロナ補助金からちょっとちょっと抜け出てきてるな、みたいな感じがあるんですけれども、それ何かと言いますとですね、最低賃金がこの10月から上がりましたよね。上がりまして、最低賃金ギリギリで雇用されている、例えば食品工場とかそういうところをターゲットにしてると思うんですけど、やっぱり30円、そういうところが、最低賃金なんか20円とか30円上げられたらかなりのダメージを受けるので、そういうところを救おうという趣旨だと思います。特別枠がなくなって、こっちが、3時以降ごめんなさい、4時以降生きる予定なんですけれども、なんかちょっと趣旨が変わってきてるなというところなんですけれども、しょうがないですね。最低賃金枠っていうのが、これ以降ですね、採択されやすい、枠として存在しますということでございます。で、これの申請の、要件でございますけれども、2020年10月から2021年6月までの間で3ヶ月以上最低賃金プラス30円以内で雇用している従業員が、全従業員の 10% 以上いることということで、ちょっとこれ読むとややこしいんですけど、要するに最低賃金ギリギリの人が全従業員の 10% 以上いたら、もうこれは対象になるということでございます。でプラス、2020年4月以降の、コロナ後ですね、いずれかの月の売上が前年または前々年の同月比で 30% 以上減少していること、コロナで影響を受けたことということでございます。これはかつですね、両方とも満たすということが必要です。で、そうなりましたら、先ほどの特別枠と一緒ですよね。補助金額が従業員さんの数によって上限500、1000、1500という形でありますけれども、中小企業は4分の3の補助率がもらえるので、ちょっと得だよねということと、あとはこれ採択率について、おいて優遇されますということがございますので、
そういうことでございます。かなり通りやすいかなと思います。で、先と一緒ですよね。1334万円の設備投資で4分の3で1000万円もらうんだけれども、同じようにですね、不採択となった事業者さんについては通常枠で再審査でございますので、こんな感じですよね。889万円になっちゃうということでございます。これの何でしょう、回避方法としては、1500万の設備投資に最初からしときゃいいんですけどね、1500万の設備投資にしておいて、通常枠に降りたとしても、マックス1000万円はもらえるっていうような形にしておけばいいかなと思います。そんなうまいこといくのかっていう話はありますけど、そういうふうに回避をしているところでございます。大丈夫ですかね。はい。で、補助対象外の事業っていうのはございまして、これ全部別に覚えなくていいと思うんですけど、これだけちょっと押さえておいてほしいのは、これですね、3番、丸3のもっぱら資産運用的性格の強い事業っていうのは、対象とならない。で、4番もですね、建築または購入した施設を自ら占有し、事業のように供することなく、第三者に長期間賃貸させるような事業。中古マンションとか、そんなんはダメだよということでございます。で、それに、類似するものって言ったら、コインランドリーとか、あとは、資産運用的性格の強い事業ですね。コインランドリーであるとか、あとはレンタル倉庫とか、そんなになるのか。そういうお問い合わせもありまして、実は取り組んではいるんですけれども、で、実際1時、2時で採択されている事例もあります。ただ、やっぱり単純に、コインランドリーをするっていうのでは採択されないと思います。事例見ていただいたら分かるんですけれども、コインランドリーであれば、例えばその同じ敷地内に、ミスタードーナツとツタヤと、コインランドリーを併設して、お客さんが循環するみたいなですね、ちょっとひとひねりいるかなと思います。そういうのがないとなかなか多分採択はされてないんじゃないかなと思います。はい。で、ちょっと見ていただきたいのは、ごめんなさい。この補助対象外事業の右下に親子兄弟会社×って書いてるんですけど、これここからのご紹介も1社あったんですけれども、申請する直前で、親会社が申請していることが分かったみたいな。そういう場合は、両方とも×になっちゃいますんで、ありますよね。子会社と親会社があって、で両方とも、申請すると、両方とも×になるということになりますので、どちらかの申請にお願いしますということです。で、代表者が一緒とかでもダメということになっておりますので、そういうことでございます。で補助対象経費でございますが、これはものづくり補助金等々と一緒なんですけど、プラスアルファ、これですね、建物費、建物撤去費が対象になりますので、これが非常に注目を浴びている理由でもございます。やはり我々のご紹介いただく案件でもですね、建物新築したいねんとかですね、改装したいねんとかっていう方が多いかなと思います。なかなかこういう建物に対して出る補助金ってないので、金額も大きいというところで、非常に人気のある補助金になってます。であとは設備費、システム購入費というところで、機械代ですよね、機械とか備品関係。であとはシステム購入費、ソフトウェアですね、スクラッチ開発、そういったものも対象になります。で関連経費いうことで外注費とかですね、技術導入費とかも対象になっておりますけれども、あんまりこういうのを計上しているところはどちらかというと少ない、我々の事例では少ないかなと思います。というのも、やはり採択された後を考えますとですね、事務作業がむちゃくちゃ大変なんですね。すべてに対して、発注書、納品書、じゃあその前に見積書、見積の相見積書、図面、で、振込明細、納品書、とにかくすべてに対してかかるので、広告宣伝費10種類とかなったらですね、それに対して全部それを取るんかというところでですね、実務のこと考えてやっぱりもうシステムだけにしようかとか、そういう感じになっておられることが多いかなと思います。で、もう一つ申し上げると、主要経費と関連経費というところに分かれておりますので、関連経費のみではですね、申請できないということになっておりまして、で主要経費プラス関連経費やったら OK ということになっておりますので、広告宣伝費1本では基本的にはダメということでございます。基本的にっていうのは、ちょっと詳しくなるとマニアックすぎるんで置いときますけれども、広告宣伝費1本ではダメですよってご指導いただければと思います。で、補助対象外の経費ですね。人件費ダメです。従業員さんの旅費もダメです。不動産先ほど申し上げた土地とかですね。中古のマンションダメです。工場の新築 OK です。
株式ですね、今回組織再編枠っていうのがあるんですけれども、株式の譲渡の株式対価についてもダメです。で、公道を走る車両ダメです。公道を走らん車両 OK なのかって OK です。フォークリフトであるとか、何ですか、重機そういったものは、公道を走らないんで大丈夫ということでございます。で、汎用品ですね。これもよく聞かれます。パソコン、スマートフォン、そういったものも対象外ということでございます。あと、消耗品とか、そこら辺はダメということでございます。で、中古品も、一応中古市場の流通があって、見積もりを、4つ以上でしたかね。3個以上か。獲得できるものであれば中古品 OK ってなってるんですけど、あんまりやってる事例っていうのは聞いたことがないかなと思います。で、これですよね。フランチャイズ加盟料って書いてますけれども、これ、すごく多いです。フランチャイズの、に加盟してですね、新しい事業をやりたい。それはよくわかるんですけれども、こういうフランチャイズ加盟料につきましては、こういう設備費とかシステム購入費には含まれません。対象外ですということでご理解いただければと思います。はい。で、後ほど申し上げますけれども、すべて採択された後のですね、交付決定以後の納品支出が必要ですので、ご利用いただければと思います。で、4時のスケジュールでございます。これもすべて予想ということになりますけれども、事業計画書の申請の、期限が12月17日かなと思います。で、採択は2月下旬ぐらいかなと思います。来年ですね。だいたい2ヶ月ぐらいというところでございます。で、交付申請が2022年の3月初旬ぐらいにして、交付決定っていうのが4月中旬ぐらいに事務局からあって、そこからの発注、納品支払いということでご理解いただければと思います。で、例えば8月ぐらいにですね、ごめんなさい、機械の、納品があって、中間監査、これもちょっとあるかないかわかんないんですけど、今のところ一時ではあるともないとも言われてない状況ですけど、普通はありますよね。普通はあると思います。中間監査が9月下旬ぐらいにあって、機械ちゃんと入ってるかなとか、書類ちゃんと揃ってるかな、納品書あるかな、そういったものを見に行きます。で、補助金の請求を、OK であれば、2022年10月ぐらいにして、10月末ぐらいですかね、して、で、支払いが実際あるのが、12月って感じなんで、やっぱり1年ぐらいかかろうかなと思います。で、ちなみにこれ一番下ですね、5時は3月、予定っていうのは、これ3月申請期限ですね、の予定かなと思います。まだ出ておりません。で、これですよね、交付決定から12ヶ月の間に発注納品振込支払いすべて完了する予定があるよということでございまして、早くても遅くてもダメっていうのは、早くてもっていうのは交付申請とかの、2月とか3月とかに発注するのもダメだし、この交付決定があってから1年後を超えてですね、発注するのも、納品されるのもダメというところでですね、この期間内に必ず確定しない、発注納品支払いをしてくださいねというのがございますので、ここご留意いただければと思います。で、ただ、とはいえですね、コロナ補助金なんです。早く、始めたいということがあると思うんですよね。で、あとは事務局の問題でですね、交付申請がまだ、しても全然降りない。実際ですね、一時で採択された方で交付決定降りてんのって半分ぐらいかなと思いますね。だからいつまでたっても事業できないじゃないというところがありますので、右下のこの事前着手ですね。事前着手っていうのも検討いただければと思います。採択されてからでいいと思うんですけれども、事前着手の承認申請をして、採択、承認の、決定が下りたらですね、そこからはもう交付決定下りなくてもですね、発注納品支払いできるということになっておりますので、採択された事業者さんには、そのように我々もご案内しているところでございます。単純に事務局が混乱しているということで、交付決定が遅れております。で、先ほど申し上げた通り、機械代の支払いがね、先になりますので、実際、機械代の支払い多分この8月ぐらいにしてですね、補助金の支払いが12月の中旬ぐらいにあろうかなと思いますので、その間の資金繰り、9000万円の6000万円だったとしたら、9900万も8月で出ていてですね、6000万入ってくるのが12月ってことになりますので、その間どないすんのというところでですね、それはご支援、ぜひいただければなと思っております。
で家庭項目っていうのはもうほとんどございませんので、最低賃金枠のみの予定でございます。で、なんか30%以上減少していることと、あとは固定費の、協力金等々がある場合ですね、その協力金の額が固定費の額を、下回る場合というところで、加点がちょっとだけあります。でもあんまりこれは大きな影響はないかなと思います。で、先ほど要件が3つございまして、売上減少要件と、事業再構築指針要件と、あとは事業計画要件がございましたけれども、これは事業再構築指針2番目の、要件でございまして、これは私が勝手に作ったやつなんですけど、こういう過去に実績のない全く新しい事業ですかっていうのがあって、だから全く新しい事業じゃないとダメなんですよね。で、全く新しい設備が必要ですかって、先ほど機械同じやつ買うと基本的にはダメですね。で、ライバルがやってない、これはちょっとなくなりました。最初の段階であったんですけれども、なくなりました。で、比較困難ですかっていうのは、新しい事業と既存事業ですね。例えば、喫茶店が、小売り、コーヒー豆の小売りをするときは、喫茶店の、サービスと、コーヒー豆の小売販売は、そもそもその性能、比較、事業自体比較できないんで、製品自体比較できないんで困難ですって言って終わりです。で、客層は違いますかということで、客層っていうのは、あれですね、既存事業と、新しい事業。だから、コーヒー豆を、販売している、ごめんなさい、コーヒーサービスを提供している、お客さんと、コーヒー豆を販売するお客さんっていうのは、客層違いますかというところですね。要するに、需要を食い合わないですかということなんですけれども、これも、大体大丈夫です。例えば、わかりにくいんですけど、アイスクリーム屋さんが、新しい事業としてかき氷屋さんをやるってなったとしたら、アイスクリーム食べに行こうと思って、暑い暑いと思って、アイスクリーム屋さんに行った人は、かき氷見つけてかき氷食べようと思ったって、かき氷を、注文するとするじゃないですか。アイスクリームも食べないですよね。そういう場合はお客さんを食い合ってるってことになります。そういう意味で客層が違いますかということになりますので、それは大体大丈夫かなと思うんですけど、だから既存事業の、売上を減らすような事業であったらですね、これは対象外ということになりまして、申請不可になるということでございます。で、あとは売上比率が 10% 以上というのは、先ほどの、コーヒー販売のですね、ごめんなさい、コーヒーサービスのですね、売上を、新しい事業、コーヒー豆販売の売上で、コーヒー豆販売の売上が、最終事業計画終了後ですね、10% 以上の売上比率になりますかということでございます。それなりの事業に育ててくださいねという趣旨でございます。で、売上比率が最も高くなりますかというところで、最も高くなるっていうのは、コーヒー豆の小売りがですね、コーヒーサービスの売上を超えてしまうときですね。そういう場合は事業転換または業種転換になりますし、撤去か AI っていうのは難しいんですけれども、売上比率が10% 以上、50% 未満の売上ですね、一つの事業として育ちましたよっていう計画になりましたらですね、撤去か AI の要素がありましたら業態転換になりますし、それ以外であれば新聞屋転換。で、ただ実情申し上げると、新聞屋展開が一番多いです。新聞屋展開でほとんど採択されているというところでございます。なかなか新しい事業でね、50% 以上売り上げを上げるというのはなかなか難しいところがございますので、ほとんど新聞屋展開かなと思います。はい。で、具体例で検討してまいります。飲食業等々ですね、ありますけれども、先ほど申し上げた、左上が喫茶店経営していまして、飲食スペース、なかなか人が来ないんで、新たにコーヒー豆焼き菓子のテイクアウト販売を実施するというところです。こういったものが対象になりますよという事例でございまして、見ていただきたいのは、上から2番目のですね、2行目の、一番右ですね、ガソリン販売の会社が、新規にフィットネスジムの運営を開始して地域の健康増進ニーズに対応というところで、これ非常に違和感がある例でございまして、あんまりそのガソリン販売の、リソースっていうのを使えてないよねというところで問題になっている案件、最初から当初からですね、私も経済産業省に問い合わせてですね、こんなん強みも活かせてないし、どうなんっていう話をしたんですけど、確かにそうですねとか言ってたんで、ちょっとこの例がそのまま使えると思わない方がいいかなと思います。で、実際の事例でお話した方がいいと思うので、別紙の Excel っていうのが配られてると思いますので、そちら見ていただいてもいいですか。
それも共有させていただきますと、これか。これ見えてますですかね。大丈夫ですかね。ちょっと小さいから手元に紙がある方はそちらを見ていただいたらなと思うんですけれども、これがここから、ご紹介いただいた分ですねの、お客様の事例でございます。お客様名載っておりまして、業種、これ既存っていうのが今の、コロナ前の事業ですね。で新事業っていうのは新しい事業としてこういう事業をしますよというところで申請書を出したということでございます。で視点は置いといて、枠ですね、通常枠なのか特別枠なのかというところでございます。で補助対象経費どういったものを対象にしましたかということでございます。で事業費の総額がありまして、補助金額の申請額ということでございます。で結果、丸がついているものは採択されてますし、何も書いてないやつは不採択とご理解いただければ結構かなと思います。で、要するにですね、もう皆さんちょっと僕もいろいろ今言ったんですけど、これだけ覚えておいていただいたらいいと思うんですね。このコロナの影響を受けてるか、で強みを活かせてるか、で、あと尖ってるか。尖ってるかっていうのは事業的になんか珍しいか。で、プラスアルファ、コロナ対応なのか、地域貢献なのかっていうところが考慮されてるよねっていう結果になってます。で、具体的に申し上げると、一番上であったらですね、墓石販売の事業をされてるわけですよね。で、新しい事業として、クリスタル墓石をするっていうことになってるんですけれども、墓石販売、黄色つけてるのがプラスの要素、僕的にプラスの要素です。プラスに見られたやろうなっていうところです。で、青がマイナスの要素っていうことで、マイナスに見られてんじゃないかなっていうところです。で、墓石販売ってまずそんなにないと思うんですね、業種的に。だから尖ってるように見えると思います。珍しい方が書きやすい。で、クリスタル墓石なんかちょっと珍しすぎるからちょっとどうかなと思ったんですけど、2次で無事採択。1次では不採択、2次で採択ということでございます。で、2番目につきましても、食品加工。これなんで黄色つけてるかというと、食品加工はコロナの影響を受けてますよね、絶対に。受けてるっていうふうに、やっぱり審査員も思うんですよ。だからプラスです。我々的には。で、新事業、古代のジャムとか書いてますけれども、これも尖ってますよね。だからもう、採択っていう感じかなと思います。で、3番目につきましては、この、既存事業が、色ついてないのは車両カスタムって、これって、コロナの影響を受けてますかという話ですね。多分ほとんど受けてないんじゃないかなって、僕が思うということは審査員も思うということになろうかなと思います。で新しい事業はちょっと珍しいかなというふうに思っております。で、4番目は、旅館ですね。これ黄色つけてるの分かりますよね。もうこれコロナに影響を受けてるに決まってるんですよ。もうこの時点でもう、だいぶプラスやなっていう感じです。で、新しい事業はあんまり普通のことを書きましたけど、枠が特別枠だったんでね、これ採択されるよねということで採択されております。大丈夫ですかね、すいません。また分からんことあったら後で聞きますんで、すいません。またメモしておいていただければと思います。5番目ですね、自動車整備。これは青なんですけど、これやっぱり影響あんま受けてないっていうふうに見られてると思います。で、新しい事業もそんなに尖ってないと言いますか、普通、ごめんなさい。普通かなと思います。で、もう一つですね、補助対象経費が建物新築だったんですよね。これ建物新築、採択されてるんですけど、やっぱりなんか厳しい風に見えます。我々いろいろ出させていただいて、建物新築に関してはあんまり通ってないなっていう感じがしております。で、次が、カバン製造ですけれども、飲食業もやってるんですよね。飲食業も完全に影響を受けてます。で、キッチンカーっていうところで、新しい事業、尖ってる事業というところ、そして特別枠というところで、採択だよねっていうところでございます。で、その次も同じですよね。居酒屋さんこんな影響を受けてるに決まってるし、バーベキューって今なんか流行ってるし、特別枠やから、これは採択されるよねという感じでございます。で次、獅子肉販売もそうですよね。珍しいですよね。珍しい。で、コロナの影響も受けてるでしょうということですね。で、あとは熟成肉ということで、これもね、建物新築だったんですよね。で、多分それで一時あかんかったんちゃうかなと思うんですけれども、2次でブラッシュアップして、採択をいただいております。で、次が、一番右側見ていただいたら、親会社が直前で出すことになり、物補助へっていうことになっておりますけれども、これそうなんですよね。親会社さんが再構築補助金を申請されることが分かりまして、そもそも提出をしなかったということでございます。
で、薬局につきましては、これはやっぱりどうですか？あんまり影響を受けてないよねって、やっぱり一般的にはその飲食業とか旅行業に比べたら見られてると思います。で、新しい事業もデイなんで、どうかなっていうところですよね。ただ特別枠だったんで、一時は、6000万狙いに行きましたけれども、新築でですね、ちょっと2時、もうごめんなさい、ちょっとそういうところで、特別枠でもいいですかいうことで、たまたま特別枠ハマったんで、改装にしていただいて、1000万円取りに行ったっていう感じでございます。で、次、保育用品の販売。これもちょっと珍しいかなというところで黄色をつけさせていただきまして、あとは EC 販売ですね。ちょっとEC 販売だけでは分からんと思うんですけれども、EC 販売自体がコロナ対策ということもありますし、ちょっと珍しい EC 販売だったんで、一応採択されたんかなと思っております。で次、青がついております。デイサービス老人ホーム。これちょっと、コロナの影響あんまり受けてないよなと思われてると思う上に、建物新築だったんで、ちょっとしんどいかなと思います。これは、再チャレンジもしなかったという事例でございます。っていう感じですかね。わかりますかね。もう後も一緒なんですけれども、ごめんなさい。その3つぐらい下に、建設工事、ドリル系ってあるんですけど、これはごめんなさい、黄色じゃなくて青ですね。建設関係は、あんまり事業の、ごめんなさい、コロナで影響を受けてないって思われてると思います。なぜなら採択率が低いからです。で、ただ、採択一応されてるんですけどね。で、ちなみに、2時はなんか、すごい緩かったというか、正直全部採択されました。これたまたまなんで、全部採択これからもされるとは僕は思わないんですけど、一時再チャレンジ組もですね、二次初めてやった組もですね、一つだけちょっと書類不備があったんですけど、全部採択されて、なんでしょう、ちょっと緩くしたんかなという感じかなと思います。ただその中でも、こういう極小地施工とかね、すいません、番号振っとけばよかったんですけど、コンテナハウス製造とか、ちょっと変わった事業にしてますんで、してるというか、もちろん事業者さんがやるんですけど、ヒントいただいて、いろいろと一緒に作っていきますんで、そういう、理由付け言うとは申し訳ないんですけど、こういうこともできるよねと、嘘にならない程度でですね、事業を一緒に考えてですね、やっていったら、たまたま採択されたっていう部分かなと思います。あとは旅行代理店とかミュージシャンとか、ここら辺はもうザーですからね、もうこれは採択されない方が逆におかしいと思うんですけど、ただ、この旅行代理店ミュージシャンにつきましては、実は、一時で、自分で申請されてます。で、不採択になって当社に来られてます。ですので、手数料かかっちゃうんですけど、やっぱり自分でやってもなかなか採択されへんっていうのは、あるんかなと思います。やっぱり、こんなん絶対採択されて叱るべき事業じゃないですか。で、ミュージシャンなんかは実は、僕の知り合いで、これは絶対採択されるべきやと思って、もう自分で一回やってみって言って、ある程度そのひな形も渡したんですよ。で、それでやったんですけど、やっぱり一時ではダメでっていうところで、なかなかやっぱり、自分でやっても難しいよねっていうところは、正直あります。この人にあげるべきやなという業種にもなかなか自分でやっても採択されないっていうところはあるかなと思います。で、3時の結果待ちでございますけれども、おそらくこの上から3つ、旅館仕出し料理、旅館については採択されるんじゃないかなと勝手に思っております。それは先ほど申し上げたと一緒ですね。もう明らかに影響を受けている業種で、そのうち2社は特別枠なんで、これで採択されなかったら逆におかしいよねって、もちろんお客さんにはよう言わんですけど、絶対採択されますよとかよう言わんのですけど、そもそもあんまり採択されへんなと思ったら受けないんで、お受けできないんで、採択されるよねっていう業種だけをすいませんが、選ばせていただいているような状態でございます。ただ、一生懸命やりますんで、こういうふうにやったら採択されるんじゃないですかっていうところでですね、ご提案ももちろんさせていただきますんで、それはご理解いただければと思います。っていう感じですかね。はい。で、先ほどのレジュメに戻りましてですね、これか。はい。準備すること、これも社会説法になるかなと思いますけれども、GBiz プライムの ID ですね、これは取ってくださいねということになります。で、それ以外の資料といたしましては、
決算書とかですね、見積書とかなんだかんだありますんで、これはですね、また、我々からご案内いたしますし、ご案内いただけまして、ご面談いただけましたら一番ありがたい、話早いかなと思います。ある程度ですね、ズームとはいえ2時間ぐらいお話ししてですね、実は直近、全然売り上げ下がってませんでしたって言って終わる案件もあるんです。ですので、できればこの直近36ヶ月の月別売上とかは見ていただきましてですね、これなるだろうなというところは、ご確認いただけましたら、大変助かるところでございます。採択されるまでですね、一緒にブラッシュアップして、通常枠ダメだったら、最低賃金枠で次は行きましょうかとか、建物新築じゃなくて改装なんとかなりませんかとかっていう形で、しっかりと提案してやりますのでですね、ご紹介をいただければ大変助かるところでございます。はい。一応、15分ぐらい残して、終わらせていただきましたけれども、何か、ご質問ありましたらですね、何なりと言っていただければと思います。はい、薬剤師ありがとうございました。普段から多分営業されてる皆様ですんで、ご質問あれば、こう回ってる中でお客様にこういうこと言われたとか、今やろうと思ってる案件とかがありましたら、ぜひせっかくの機会ですので、積極的に質問していただけますとお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。先生的に尖ってるか尖ってないかちょっと聞きたくてですね、ちょっと別のところでやって落ちたらしいんですけども、美容院が、例えばその持ってる自分借りてるテナントの中で、写真ですね、例えば七五三とか、成人式とかで、そこのフォトスタジオを付加価値としてやってあげたいと。で、それでお客さんの囲みをしてあげたいっていうのが一点と、それに付随して EC チャンネルとか、その物販販売にも今日力を入れていきたいっていうのは、こういったご案件でした。これ、尖ってるんでしょうか、やっぱり。これ、普通だよねってもなっちゃう。どうなんでしょう。普通ですね。普通なんですけど、多分通ると思いますよ。普通に書いたら。はい。ただその売上のその影響度合いによるんですけど、美容院ってどう考えても影響を受けてるはずなんですよね。で、さらに、その強みを生かして、そういうフォトスタジオをするってすごい合理的だと思うんですよ。で、ただ問題はあれですよね。なんすか改装ですか補助対象経費って。改装と、あとその うん。EC のインターネットとかその辺の設備ですね。うん。はい。でも、一つ言えることは、ちょっと盛り込みすぎかもしれないですね。あの、なるほど。事業計画って、結局、その、金額によるんですけど、多分、1000万円以内で、補助金額1000万円以内で、事業計画書のページ数10ページ以内だと思うんですけれども、その中に、かい、えっと、か、ごめんなさい、フォトスタジオプラス、EC 販売っていうことを盛り込むと、市はい。場のその分析とかも全部2種類やらなあかんかったりして、多分どっちをやりたいんやみたいな感じになっちゃうんで、私だったらその階層、ごめんなさい、フォトスタジオして、で、フォトスタジオのもうインターネット、なんかあの、ページを作るっていう風に持っていって、で、実際その、その中で新しいなんか商品売ってもいいと思いますし、一つにある程度絞った方がいいとは思いますけどね。わかりました。もう一回ちょっとはい。メインマネージャーさんとお願いします。一回チャレンジしたんですけど、知り合いでさせてくれって言われたんで、もう一はい。回ちょっと当たってきますので、あ、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ゲスト他ありませんか。なければね、ちょっと、もうちょっとだけ補足させてもらってもいいですか？時間ちょっとだけあるんで。どうぞ。はい。いけます？すいません。すいません。強みを活かせてるかってあんまり話できてなかったんですけど、さっきの美容院の例で思ったんですけど、その、採択一覧みたいなA41 ページに今共有させてもらってるところで、基本的には全部強みを生かすような内容にしてるんです。あの、カバン、
まあ、1番目ももちろんそうですけれども、1番目なんかはもう完全にお客さんとかはもうそのままなんでね、食品加工とかも食品加工のノウハウがあってこういうジャムとかするわけで、で、あのこういう、飲食店、カバン製造のところも、この、会社さんは皆さん多分ご存知だと思うんですけれども、豊岡の方で、まあ、いろんなB 級グルメの賞とか取られたりしてですね、飲食関係もすごく力入れてるし、能力もある、ノウハウがある方で、キッチンカーするっていうのは、それは強みを生かした事業でありまして、でその下の居酒屋さんについても、居酒屋だけで思いっきり影響を受けたけど、居酒屋のその仕入れのノウハウであるとか、調理のノウハウを生かしてバーベキュー場をやりますんで、そういうことなんですね。で、そういうふうにストーリーを必ず持っていってるんですね。で、まあ、先ほど中盤ぐらいで申し上げたガソリン販売はこれ全然強み活かせてないんですよね。ガソリン販売の強みって何かって言ったら多分地域のその車屋さんとのつながりであるとかその整備の技術であるとかですね、あとは、仕入れルートとかそんなんだと思うんですけれども、それってなんかフィットネスジム関係ありますっていう話なんですよね。だからその思い切りすぎてもこれはいやそれちょっとやりすぎやろうみたいな、ほんまに成功すんのみたいなところがですね、かなり引っかかるところだと思いますんで、あの例はほんまにひどいなと思うんですけれども、まあまあ何が言いたいかというと、しっかりとまあ、スワット分析っていう話もちらっとあったと思うんですけれども、自分のところの強みを、生かした事業、だから思い切った転換なんだけど、ちゃんと自分のところのリソースを生かした事業なんだよっていうアピールが必要なんで、そこら辺をね、まあ、事業者さんと一緒にご指導いただければと思います。って感じかな。すみません、ありがとうございます。他よろしいですか？大丈夫ですか？直成さん、どうですか？そうですね。今、うちで1時、2時で落ちてしまってる案件があるんですけども、介護事業をしてて、結局その宅食、で、まあ、キッチンカーを作ってやるっていう内容なんですけど、まあ、今の研修の内容聞いてたら、まあ、あまり特色はないのかなっていう気がするんです。はい、なんか、具体的になんか、ちょっとここは、そういう、なんていうんでしょう、内容を盛り込んだ方がいいよっていうのがあったら、教えていただけたらな。そうなんですよね。介護って結構しんどくって、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、影響は当然受けてるんだけれども、そういうネガティブな要素っていうのを、まあ、より自分でちゃんと書くっていうことがすごい大事かなと思ってて、で、例えばまあ、当然接触密になる事業になりますんで、密作業っていうのが発生して、なかなかまあ、介護の種類にもよるんですけど、訪問介護とかだったらなかなかできないですよね。で、デイサービスでも当然人員的に20人キャパがあるのに15人しか入れれないとかっていうことがあると思うんですよ。でそういったことを嘘ついたらダメですけど、いやそういう要因は絶対あるよねと。でコロナ1回発生してしまって3日間止めたんだよっていうこともやっぱあると思うんですよね。そういうのをちゃんと書かないとやっぱり審査員も忙しいんで思い込みでこの事業はこれコロナ影響受けてないわって言って終わりだと思うんですね。だから冒頭にちゃんと書いてあげるっていうのは僕は意識してます。ありがとうございます。改善の余地があるかな。またご相談お待ちしてます。すいません、時間的にはちょっとまあ、5時になりそうなんですが、ないです。大丈夫ですか？あ、千代大さん、お願いします。講義ありがとうございました。ありがとうございます。がダメで、事務局になんかその不採択の理由を聞いたら、まあ、教えてくれたらしいんですけど、で、その不採択の理由を、不採択の理由を、まあ、なんですかね、克服できたら、結構こう、20って通りやすいもの、再チャレンジしたら、通りやすいものなのか、まあ、統計的にどうなのかなとちょっと思いまして、質問させていただきます。はい。審査員のコメントって当てにならんのですよ。で、ほとんどのコメントの内容が一緒なんですね。
強みを生かせてない。で、市場分析ができていない。で、なんか財務が悪いとか。まあ、とにかくほとんど一緒なんですよ、内容が。で、私、YouTube でそれ上げてるんでよかったら見てもらったらいいと思うんですけど、不採択事例っていうのがあるんですけどね、あの、それを改善したからって採択されるとは僕は思わないです。あの、その内容によってそれぞれ改善すべきところ、先ほど僕が申し上げたその強みを生かすとかコロナの影響とか、5項目さえ抑えておけば採択されると僕は思ってて、その観点でまあ、当然その審査員のコメントっていうのはもちろん見はするんですけど、鵜呑みには全然しないですね。で、1次が不採択になって、2次が採択されるのかっていうご質問については採択されます。で、1次、2次ダメで、不採択されますかって言われても、それも大丈夫、採択されると思います。ただ、僕が1時2時やってダメな、まあ、例はないんですけど、あったとして3時やれって言われたらやっぱりちょっとしんどいと思います。多分私に見えていない部分があると思うので、それはもう別のコンサルさんに行かれた方がいいと思います。で、逆もそれまたしかりやと思うんですね。1時2時、K さんですか、K さんに行って、ダメだった場合は、まあ、うちにください。それは採択される可能性はあると思います。答えになってますかね。すいません。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、先生、ありがとうございます。でそしたら、まあ、時間になりましたんで、一旦、これで締めさせていただこうと思います。で、まあ、もし、今日の講義の中でのまだ質問が他にあるようでしたら、まあ今後営業していく中で、宮古先生に触れる案件ですね、紹介できる案件を増やしていただけるようにお願いします。で、今日先生、すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いしはい、ます。失礼いたします。またお待ちしております。